25年間楽しんで乗ってくればもう、別れてもいいなと思って、これが最後の車で本当に嬉しいです。ボーイズ&ウィルズ TV、 今日はガールズ&ウィルズ TV でございます。そしてゲストはこちらの方、お名前は西本直子、80歳です。はい、そしてお住まいは長崎市です。今日は僕ら長崎までお邪魔しております。そして西本さん、こちらお車何でしょうか？愛車は、はい、RX7 です。マツダの RX7FD でございます。何年ぐらい乗ってらっしゃるんでしたっけ？丸25年です。今日は長崎から西本さんとマツダの RX7FD でお届けします。お楽しみに。25年前に RX7 買うきっかけとかどんな感じだったんですか？ちょうど前の車が坂道なんか力が落ちてきたんで、買い替え時かなと思っていろいろ見て回ってたんです。2ドアのスポーツタイプっていうのがなかなかなくって、どうしようかどうしようかと思ってる時にイニシャル D のアニメが始まって、それを見てセブンが走ってる姿に一目惚れです。私が車を次どれにしようかなって探してたもんですから、これがいいって言って、息子にね、今度私これに乗りたいって言ったら、息子がこれはマツダ車って教えてくれて、すぐマツダに行きました。それですぐ買ったんですか？もうすぐ買いました。じゃあ25年前にイニシャル D をご覧になって RX7 に惚れて、長崎といえば本当に坂が多くって、今日もご自宅にお伺いしたんですけど、すごい坂をいいように運転されてるところを見て僕らもびっくりしておりますちなみに前は何乗ってらっしゃったんですか？コロナクーペです。トヨタの車。クーペがお好きだったんですか？そうですね、ああいうスポーツタイプが好きで、コロナクーペみたいなかっこいいのが欲しいなって探してたけどなかったので、そこにちょうどイニシャル D を見てて、セブンに一目惚れです。世界中の皆さん、イニシャル D が大好きな方たくさんいらっしゃると思います。 RX7 を西本さんは25年間大切に乗ってらっしゃいました。それでは西本さん、隣に乗せていただいてもよろしいですか？はい、どうぞ。じゃあ試乗に行ってまいります。乗り込みました。人生2回目の RX7 です。この FD っていうのは2回目です。そうですか。どちらも女性でらして、前の方は19年乗ってらして、西本さんは25年。19年も結構長いですよね。長いですよね。その方もイニシャル D を見て買ったんですって。なんとなんと。どうでした？初めて買って乗った時の印象は。もう25年前の話になっちゃいますけど。そうですね、ギアをチェンジしたらギアの音がテレビの音とそっくりだったんで、すごく感激しましたね。そっかそっか。同じ音がするねと。そうなんですよ。車の中でも特に後ろ、お尻がお好きなんですよね。そうです。かっこいいですもんね。ラインが綺麗。そこも決め手でした？買う時に。その時には分からなくて、イニシャル D を見た感じで全てがかっこよかったんですね。そうなんですね。だけど買って自分で毎日見てたら、そこが特に好きだっていうのが分かってきた。イニシャル D を峠とかね走ってますけど、どうでした？雲仙のいろは坂みたいな曲がりくねった道を数えきれないほど走りましたね。ヘアピンカーブばっかりで楽しかったですね。買われた時が55歳ですか？そうです。それで絶対マニュアルの車が良かったんですか？そうですね、最後はオートマにしようかとは思ったんですけどね、これを選んでしまったので、これはオートマないですからね。ほぼ60年車に乗りましたけど、みんなマニュアルです。明日がお誕生日でいらして。おめでとうございます。明日80歳におなりになるので、特別なイベントがあるんでしたっけ？マツダの方にお譲りすることになったので、この車をマツダのお店で譲渡式をしてくださる予定になっております。それ僕たちもお邪魔させていただいてもいいですかね？どうぞどうぞ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう一つあるんですよね、イベント。譲渡式の後に免許返納に警察署に行きますので。じゃあドライブするのは明日松田さんに行かれるのが最後？そうですね。寂しいですね。だってこの車25年間西本さんもずっと毎日ぐらい乗ってらっしゃったんですか？そうです。
ほぼ毎日ですね。坂の多い町ですから車があった方が便利ですよね。もちろん。そうですね。寂しくないですか2年前の78歳の誕生日の時にですね、2年経ったら80だと思って、免許返納の区切りのことが頭に浮かびましてですね、80で免許をきっちりと返却しようとその時心に決めました。それで78歳から2年間80を目指してって言ったらおかしいですけどね、そこまで毎日楽しんで乗ってきたので全然寂しさも悔いもないです。2年前に決意されて、明日を目指して毎日楽しく乗ってらっしゃった。素晴らしいカーライフを送られましたね。それも最後がセブンだったからね。生涯ご自分の好きな車にずっと乗れた感じですか？コロナクーペはものすごく好きだったんですけどね、それまでは生活がありましたから。お子さんもいらっしゃいますもんね。そうですね、自分の好きなのを選ぶその心の余裕もなかった。もう仕事も忙しいし。なるほど。僕もあと何年かで55歳になりますけど、その時に何を買うかなってちょっと僕も参考にさせていただきたいなと思いです。次の車っていうのは楽しみでもありますよね、選ぶのはね。そうですよね。でもこれ西野さんの人生で一番長く乗っていた車になりますか？そうですよ。25年だからですね。変えようかなとは思わなかったですか？これ一筋ですよ。それに乗ると皆さん一筋になっちゃうんですね。そうですね。すごく魅力がありますもんね。どういうところ魅力的でしたか？私の好みにぴったり。速いし曲がるし、スポーツカーとして見た目もかっこいいしね。スーッといく感じありますもんね。ありますね。特に高速を走るとスーどころじゃないですね。それは25年前に買った時も今日乗った時も楽しみ方は変わらないですか？そうですね。もうセブン運転できてるっていうことだけで楽しいですね。羨ましいです。そういう車にやっぱり巡り会えたっていうのは本当に人生の中で良かったですよね。これが最後の車で本当に嬉しいです。25年間でいろんなとこ行かれたと思うんですけど、特に思い出に残ってらっしゃるところありますか？私は運転するのがただ好きで乗ってるので、どこまで何百キロあったっていうその記録が嬉しいです。一番遠くはどこまで行かれました？鳥取米子800キロ。片道800で1600キロ。そうですね。で四国の方に行った時には龍馬のところ浜にも行きました。片道650キロ。そして長崎の自動車道の入り口から鹿児島の自動車道の降り口まで480キロ。でその数字が頭から離れないんですよ。嬉しくて。そんだけ走ったというのが長距離を走った距離はもう頭の中に数字が入ってらっしゃって残ってらっしゃる。嬉しくて、嬉しくて残ってるんです。息子さんともいろいろ行かれたとか。主人と。でも運転は私です。走行距離がね今まだ7万7500キロ。僕もっと行ってるのかなと思ったんです。マニュアルのさばきもお上手だして仕事を辞めてからは買い物車ですから、通勤車でいらっしゃったんですか？で毎日乗ってて今は買い物車になってます。だから全然伸びてないんですよ。あさってからはどうなさるんですか？78歳の時に車がなくなってしまうということを考えた時に車がない生活をシミュレーションしてたんですけれども、そうだったんですね。途中から考えなくなってしまって買い物の時どうしようとかもう何も考えなくて、明日を迎えてしまう結果になったんですけどね、まあなんとかなるでしょうという思いで。息子さんもねいらっしゃいますし。いや息子は仕事で出て行ってしまうから息子は当てにできない。昼間の足がねなくなっちゃいますね。まだ全然この車自体も元気だし、そうなんですよ。西野さんも元気でいらっしゃるからと思うんですけど、もうご自分でお決めになったことは守って、寂しさもね特にないとおっしゃってましたもんね。25年間楽しんで乗ってくればもう、別れてもいいなと思ってその境地まで達したということですね。もし私があと10歳若ければ80までに乗ってたかなと思いますよ。マツダの方もまだまだ走れる車だとおっしゃってくださるから。車も丈夫だし西野さんも元気だから。でもねやっぱり決められたことはそうですね。増田さんがこの車引き取られるということですよね。
どういうふうに引き取って引き継いでいただきたいとかあります？西本さん的には。マツダの方がおっしゃるには、きっちりメンテナンスをして広報車として活用しますということで、この先西本さんが乗られなくてもこの車はずっと元気でいると。はい、どなたかに乗っていただいて、マツダの方でちゃんと管理した上で乗るっていうことですので、すごいですね。マツダのシンボル的な車にもなりますもんね。そうですね、安心して手放すことができます。松田さんもありがとうございます。西本さんもありがとうございます。そしてイニシャル D もありがとう。本当ですよ。あんないい番組。帰ってまいりました。いろんな話を聞かせていただきありがとうございました。こちらこそ。本当にね、60年の車人生、そして25年の RX-7 のお話見てくださった皆さんにも伝わってるといいなと思ってます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして車も本当にお上手に運転なさるし、すごくスムーズな車で楽しい車でございました。明日返納ですけれども、そこも拝見させていただきます。ありがとうございました。よろしくお願いします。日が明けまして、本日はマツダのディーラーさんで RX-7 を譲渡される式でございます。報道陣もたくさん来ています。行ってみましょう。本日はお忙しい中、RX-7 浄土式にお越しをいただきまして誠にありがとうございます。西本様には25年間マツダ RX-7 を大切にご愛用いただきましたことを心より感謝をしております。 RX-7 が西本様に寄り添う特別な存在であったこと、西本様が今日まで愛車と共に過ごしてこられた豊かなストーリーをお聞きして、私も大変感銘を受けました。今日80歳を迎えました西本直人です。本日はこんなにたくさんの方にお越しいただき誠に恐縮です。ここに来るときはセブンで来ました。帰りは一人です。25年間共にしてきた相棒です。今日でお別れですが、78歳の時に80歳で免許を返納しようと決めてから2年間さらに楽しんで乗ってきましたので、手放すことに何の悔いもありません。最後にセブンにはですね、本当に25年間ありがとうという言葉を送りたいと思います。セブン、25年間ありがとう。弊社の社長である諸よりお手紙を預かってまいりました。西本直人様、背景25年の長きにわたりマツダ RX-7 を愛して人生の相棒のように大切に乗り継いでいただいたことに心より感謝申し上げます。西本様が1966年に免許を取得されて以来、車への情熱と愛情を持ち続けてこられたことに深く感銘を受けました。アニメ「イニシャル D」をご覧になり一目惚れされたというお話からも西本様の直感と行動力が伝わってきます。シルバーに輝く RX-7 を迷わず選ばれたその瞬間の喜びが今でも鮮明に思い出されるのではないでしょうか。 RX-7 が西本様の人生に彩りをお届けすることができたのであれば、マツダ社員冥利に尽きると感じています。まだまだお元気の中、免許を返納され愛車を手放す決断をされたことにも心から敬意を表します。弊社が西本様の RX-7 を広報車として引き継ぐことで、メディアの記事やイベントでの展示などを通じて多くの方々に元気と希望をお届けできると信じております。西本様が25年間愛情を込めてお乗りいただいたように、今後当社でもしっかりメンテナンスを行い、西本様が車の持つ力で人生の活力を得ながら楽しく元気に生き生きと過ごされた日々のエピソードとともに大切に取り扱ってまいります。 RX-7 と過ごした日々を時折思い出しながら、これからもいろいろなことにチャレンジをし、元気に生き生きとお過ごしください。マツダ株式会社代表取締役社長兼 CEO 諸正宏。
長崎県の浦上警察署にやってまいりました。60年間安全運転なさった免許証を返納されるというところで、中まで入れないんですけど立ち会いたいと思います。60年間のね、車の運転生活と、僕らも車をね、皆さんに見ていただきたいなと思ってやってるんですけど、その最後の姿みたいなの見せていただいて、とても感動しました。ありがとうございました。そう言っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。僕らも大切にあと何十年間乗っていきたいと思います。ありがとうございました。またお会いしましょう。